皆さんこんにちは。ゴールデンウィークももうすぐ終わりということで、休みが明けたら決算シーズンのピークが待っているわけですけれども、個別銘柄をお持ちの方でしたら皆さん一度は経験したことがあるかと思います。決算またぎ怖い。売上高や営業利益、あるいはコスト削減のところであったり、来期予想といったところ、果たしてマーケットがどこに注目して次の日の株価にインパクトを与えるのか。多くの銘柄は15時以降に決算発表しますので、次の日までやきもきした、そんな経験は終わりかと思います。当チャンネルで取り組んでいる分析の一つに、指揮法のデータを用いて、決算直前のハードルの高さ、期待値というのを可視化する。今回はその第一弾として、非常に簡単なところから始めていきたいと思います。とはいえ、それなりに今4分の1決算が発表されている段階で、株価の反応を見ていると整合性取れるような形になっていますので、結局決算直前の期待値、ハードルが高い銘柄、あるいは低い銘柄というのはどれなのかというのをご紹介したいと思います。よろしければぜひ今回も最後までお付き合いください。まず決算のデータについてどういった観点で見ていくか。決算またぎで株価が大きく動いても気にしないよという方もいれば、そこまで長期投資している銘柄ではないので、決算イベントで株価が急激に押し下げられてしまうと困りますよというような銘柄の持ち方をされている方もいらっしゃるかと思います。例えば今時間軸で青から赤の一つの棒、ここが一つの決算期間だとします。そうすると決算日、多くの銘柄は3月末ですけれども、ここからまた新たな翌期が始まるということで、今足元で進んでいる決算シーズンの場合ですと、具体的な年度は24年度、2月決算、あるいは3月決算が出てくるわけです。この決算の数字がいいのか悪いのか評価するためには、比較する数字というのが必要になってくるわけですが、一つはですね、当然前年度の数字と比較する。23年度のものとどれくらい利益成長があるのか、あるいは売上高が増えたのか、1年越しにですね、企業の成長を見るということで、こういった見方をする場合は、長期投資という意味で有効になってくる見方ですね。ただ今回焦点を当てているのは、決算またぎでの株価の反応ということになりますので、この比較をしたからといって株価が上がったり下がったりといった反応を関係性を探していく、あるいは相関を取っていくというようなやり方はあまり実を結びません。当チャンネルを随時ご覧いただいている方でしたら何を当たり前のことを言っているんだと、すでにお気づきの方も多いと思いますが、決算またぎによる株価の上げ下げの反応で、決算の数字に対してインパクトが出るのは、マーケットにおける事前予想との対比でどれぐらいの数字が出ているか、この比較になってくるわけですね。ですので、各企業の決算直前におけるハードルの高さ、これを捉えるにあたって焦点を当てるデータというのは当然コンセンサスの数字になってきます。とはいえ単純にコンセンサスの数字を見ているだけではハードルの高さというのが高いのか低いのかわかりません。当然決算が通過した後に比較することで超えられなかった場合にハードルが高かったんだなとか、超えてきた時にハードルがもともと低かったからといったような後付けの評価はできますけれども、単純にコンセンサスの数字見ているだけでは、それがその企業にとって高いのか低いのかはあまり実感が湧かないわけです。その数字を何かと比較しないといけないわけですね。その上で決算発表前にハードルが高いのか低いのか分かっていれば、ある程度株価反応に対する予測というのが立てやすくなるわけです。そこで今回取り組んだ分析というのは、まず時間軸をもう少しですね、細分化していって月次で見ていったときに、こちらの時間軸は先ほどの企業の決算期とは全く関係なく、分析に使ったデータの時点を分かりやすくするために引いています。まずは皆さんもご覧になっているかと思いますが、本の指揮法が発売されたのが3月の中旬、そしてその一つ前、四半期前の12月に発売されたのが、こちらの赤い指揮法ですね。そうすると本の上では四半期に一度予想値というのは更新されていきますけれども、このデータベースというのは常に更新されていて、12月から3月の発売まで待たなくても、随時新しい予想が発表されるたび、あるいは東洋経済社の独自予想というのが更新されたりすると上がってくるわけです。予想というのは、こちらの各銘柄のリストでご覧いただきますと、左下の方にある網掛けの部分ですね。例えば、指揮法に載っている数字が100億円であるのに対して、例えば決算直前にデータベース上では期待が上乗せされて120億円になった。
あるいは逆にあまり決算期待できないなと80億円まで予想が減額されている。これは決算に対するマーケットの予想、ハードル、期待値というのが上がったり下がったりしていると、これがデータベース上では常に更新され続けますので、その上で決算発表が行われる。その直前の数字、これが前回発表されていた四季報のタイミングで出てきた数字と比較したときにどれくらい段階を踏んで上がってきたのか、あるいは期待が四半期通してずっと下がってきているのか、その数字を2つの側面で見ていくわけです。まずは24年度の実績値、そしてもう一つは25年度の会社予想。この2つとマーケットの予想というのを比較するわけですね。とはいえ、発表後の銘柄に関しては、24年度、25年度の数字が出た上で株価がどのように反応しているかというのはわかりますけれども、それがわからない段階では、この一番右側の決算書が発表される直前までのマーケットの期待値が四半期においてどれくらいデータベース上で変化してきているかというのを見ていくわけです。それではどのようにデータ分析を行っていくか、段階的にご説明していきたいと思います。まずこちらの例ですけれども、すでに決算発表を終えた JR 東日本の数字になっています。売上高、営業利益、経常利益、純利益と四季報に載っている4項目、6列ありますけれども、ちょうど真ん中で33に分けて、左側が24年3月期の実績値、そして右側が25年3月期の来期予想ですね。今進んでいる期の予想値ですね。そして3列ずつの一番左側が年末段階の四季報で載っている各項目の予想値。これに対して真ん中の数字というのは決算発表直前まで東洋経済のデータベース上で更新されている最新の予想の数値になります。ですので JR 東日本の場合だと、例えば青のハイライト営業利益は2900億円から3200億円まで四半期の間に増額している。つまりマーケットの期待値が膨らんでいるというような銘柄ですね。そして決算発表が行われると右側の数字が入ってきます。例えば24年3月期の営業利益だと3450億円以上出てますので、四半期の間に上乗せされてきた期待値、つまりハードルが上がったものに対してそれをも上回る結果が出たので、いい数字でしょうというような反応が出るわけですね。それと同じことが25年度来期の予想においても3列の間で行われている。四半期の間に期待が上乗せされて、会社予想は JR 東日本の場合出してくれますので、それをも上回る営業利益の数字を発表してくれているということで、こちらの決算に関してはハードル高かったわけですけれども、いい決算の数字が出ましたねというようなマーケットの評価になってきます。それではもう一つ別の銘柄で例をご覧いただきますと、こちら、今度は吉野家ですけれども、左側24年度の実績値に関しては JR 東日本と同様にハードルが上がってきた。さらにその上を行く数字を出せたんですが、25年の予想のところご覧いただきますと、例えば営業利益ですと、もともと年末時点では76億円の期待値だったものに対して、決算直前には90億円まで期待が膨らんでいたわけですね。つまり24年3月期は80億円程度でしたので、それを上回る水準が来年達成できると織り込まれていたにもかかわらず、決算発表では25年3月期の会社予想を70億円で出してきた。この場合はハードルが高すぎて、期待を下回る決算となったと。それがですね、この株価の推移に現れているわけですけれども、4月10日決算発表した翌日には株価 10% 程度の下落を見せたという形ですね。それでは今ご覧いただいた数字、売上高や営業利益といったところを事前の四季報の数値とデータベース上の最新の数字、この変化率、ハードルの上げ下げの割合というのを比率にして、さらに決算発表が済んだものに対しては最新のデータベースの予想と決算で発表された数値、この比率を取る。大手の企業で決算が済んでいるもののリストをご覧いただきますと、左から順番にですね、それぞれ先ほどの時間軸と同じように、左のところが四季報、そしてマーケットの期待値、この格差を取ったのがこの間の4列。そして決算発表が済んでいるものに関しては、マーケットの期待値と実際の決算の数字、この間に挟まれる4列が比率を取ったものとなっています。例えば第一三共ですと非常に好調な数字が出ていますけれども、四半期の間にですね、24年の実績値は 33% 増、25年度の予想に関しては 15% の上振れを織り込んできた。
それに対して第一三共の決算では、その期待値をも 5.8% 上回る24年度の営業利益、そして25年度予想の営業利益に関しては、マーケット期待値よりも 21% 上回る数字を出してきたということで、こちらの銘柄比率かなり伸びていまして、実際の数値はご覧の通り、ハードルがどんどん上がってきていますけれども、いずれの数字も上がったハードルを上回る決算の数字を出してきたと、そういった銘柄になってきます。ですので、株価の反応としてもかなり上昇で反応しました。一方でその2つ下、オリエンタルランドに関しては、この四半期でどれくらいハードルが上がってきたかと言いますと、24年度の営業利益は 10% 程度の増加。25年度の予想値に関しては 3% の増加ということで、それなりに期待膨らんできていますねという状態。そこから右側、実際の決算の数字をご覧いただきますと、それぞれ期待を 1.5% から 3% 下回る水準で決算が出てきたという形になります。ただ実際の数字ご覧いただきますと、その期待の膨らみ方、ハードルの上がり方と、そのハードルに対してどれくらい下振れたかという数字。結局は四半期の間に膨らんできた期待を超えられはしませんでしたが、その膨らむ前の数字であれば超えてきているわけですね。翌期の予想に関しても営業利益は最新の予想で1750億円でしたが、会社が公表したのは1700億円。ただ、年末時点で予想されていた数字というのは1700億円ですので、膨らむ前の数字とはほぼ同じ水準なわけですね。ただ、ハードルが勝手に上がったがために、オリエンタルランドに関しては株価マイナスで大きく反応して、さらに巻き込まれているのが大株主からの売却という形ですので、そういった一時的要因がはけて、決算の数字が期待の膨らみのせいでマイナスに見えている。実際にはそこまで悪くないでしょと再評価されてくるまでは、しばらく辛抱が必要と、そういった決算の銘柄になってますね。時価総額上位50位ぐらいの超大型株銘柄ご覧いただいていますけれども、非常に色が目立つのはアステラス製薬。翌期の営業利益が期待膨らんだところで超大幅なマイナスとなっているのが懸念視されました。ということで今ご覧いただいた大型株の例ですと、左側の段階、四季報からマーケットの期待値の膨らみ。ここが赤い銘柄ですと、ハードルが高めになっていて、青い銘柄ですとハードルが低めになっているというような状態。赤い銘柄、期待値が膨らんでいるにもかかわらず、右側の段階、実際の決算が発表されたところで、さらに赤い数値、つまりハードルを超えてきた場合というのは株価はプラスになりますが、オリエンタルランドのようにマイナス 1% から 3% 程度のそこそこの数字であっても、事前の段階で期待が膨らんでいるものに関しては株価があまり芳しく推移してくれない。どちらかというと下落しやすいというような評価ができる。そういった分析になっています。それではこちらの分析を時価総額の大きい順に2月3月決算の1000社程度行った場合に、どのような銘柄がハードルが高くなっているかご覧いただきますと、先ほどのリストと違って右側の段階のところが空欄になっているのが目立つと思います。この空欄になっているのは決算がまだ発表されていないものですね。そして事前の期待値の膨らみを見る真ん中のところ、ここで営業利益について24年度、そして25年度、それぞれで四半期の間に 5% 以上期待値が膨らんだ銘柄というのを時価総額大きいものから順番にピックアップしています。そうするといきなりトヨタ自動車 7% 以上の期待値の膨らみですので、それなりにハードル高くなっています。さらにはリクルートホールディングス、川崎重工業と四半期で2桁%の営業利益の伸びが期待されている。さらにはサンリオも 30% 以上のハードル上昇が見られます。今ご覧いただいているリストでは、時価総額上位500位で切っていますけれども、その中で 5% 以上のハードルの上がり方をして、すでに決算発表された3銘柄、第一三共と吉野家に関しては、先ほどご紹介しましたが、オービックビジネスコンサルタント、こちらの銘柄に関しては、右側の事前予想に対する決算の数字ご覧いただいても、24年度が営業利益プラス 1.3%、25年度の会社予想に関しては営業利益プラス 5% と膨らんだ期待よりも若干上回る数字を出したにもかかわらず、そのハードルの高さゆえに株価に関しては難聴な推移を見せているということですね。ですのでこちらのリストで上がっている銘柄たちというのは、決算に対する期待値が高すぎるので、そこそこの数字出すぐらいではいい反応は得られない。逆に
期待を裏切るような数字が出るとドカンと下がりやすいわけです。それでは今度は逆に四半期の間に期待値が大きく下がったような銘柄、24年度の実績値、25年度の予想、それぞれに対してマイナス 5% 以上ハードルを下げたような銘柄、上から順番にご覧いただきますと、実は先ほどのハードルを上げた銘柄よりも倍以上の銘柄数が上がってきます。このあたりが少し景況感的にもピークを超えてきているような印象を与える決算期になっているわけですけれども、上から順番に京セラ、バンダイナムコ、東京電力と、それぞれ四半期で 20% 以上のハードルの下がり方をしています。すでに決算を発表している銘柄の中でも、下がっていたハードル以上に下回った決算を発表した M3、セイコー、エプソン、こういったところは株価かなり大きな下げになっています。また期待成長率 PER の水準から求められるマーケットが織り込んでいる年度成長率ですけれども、このあたりの数字もここまでのリストとは違ってかなり低いものが並んでいる。つまり PER 水準自体が低い銘柄ばかり並んでいるあたりも、このハードルの低さを表現している一つ、証左になるかと思いますが、ハードルが低いがゆえに株価の反応が救われる場合というのがあります。発表されている銘柄でも安率、実績の数値はハードルをさらに 10% 下回る営業利益でしたが、来期予想1桁%のマイナスに留めたことで株価の反応は限定的でした。また発表された3銘柄の真ん中、徳山に関しては、下がっていたハードルに対してさらに若干ですけれども下回る結果でしたが、これがですね、決算後に大きな株価の上昇を見せている。こういうところを見ると、今ご覧いただいたリストに入っているような銘柄、決算に対するハードルが下がっているような銘柄というのは、多少決算またぎで悪い数字というのが出てきても、ハードルが下がっている分、株価の反応としては限定的にとどまる可能性があるというような銘柄たちですね。ということで、先ほど申し上げた通り、1000銘柄程度を分析したんですけれども、一応四季報データの分析シリーズにおいて、この決算またぎというのを一つポイントとして、シーズンのピーク前に何か役に立つ分析情報をお出しするということで、今回ゴールデンウィークに動画をご紹介しましたけれども、今後も四季報シリーズとして、こちらの分析内容を深めたり、新たな情報が出せるような分析というのを考えていきたいと思いますので、少しでも興味お持ちいただいた方は、ぜひ高評価、チャンネル登録していただいて、今後ともごひいきにしていただけますと幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。